この豚の脂一緒にふつふつするまでですね加熱していきます。ここでいい香りもするのでひっくり返していきましょう。うわー、これですよ。見てください、この美味しそうな焼き目。はい、こんにちは、シェフのホイエです。今日は基本のミラノ風カツレツを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。日立の輝き豚ロース、パン粉、卵、じゃがいも、バター、にんにく、ローズマリー、レモン、塩です。はい、それでは今日は茨城県とのコラボです。茨城県に日立の輝きというブランド豚がいて、この豚はとんかつグランプリで金賞を取った豚で、今日はその豚ロースを使って基本のミラノ風カツレツとそれに合わせたじゃがいもの付け合わせをこれから早速作っていきたいと思います。はい、それではこれがミラノ風カツレツの基本的な材料です。本当に少なくてシンプルなんですよ。で、必要なのがお肉、ミラノ風で絶対に必要なのがバター、そしてあとはパン粉漬けの卵とパン粉、これだけなんです。で、早速ですね、お肉の下処理をしていきます。で、ミラノではですね、お肉は本来子牛のリブロースの骨付きのものを使っていくんですけれど、日本ではなかなか手に入らないので、子牛の風味に一番近い豚肉を使います。で、豚肉の中でも霜が入ってない部位が、この豚ロースっていうのはこの中の部分が赤身で、この外は脂の部分なので、まずはですね、この脂の部分をトリミングして、現地のちょっと子牛に近づけていきたいと思います。で、この脂の部分ですね、全部は取らなくていいんですが、こんな感じでちょっと多いなっていうところをトリミングして、でこれぐらいです。で、この脂の身の部分は適当にこうカットしといて、でこの脂はですね、この後バターで加熱していくときに豚の風味も一緒につけていきたいので、捨てないで取っといてください。で、このトリミングした豚に塩をして下味を入れていきます。で、バットに塩して、その上に豚肉を乗せて、まんべんなく使用します。で、この状態でしっかりと豚肉に下味を入れていきます。ミラノ風カツレツはですね、本当に材料がシンプルなので、豚自身にしっかりと下味がついていないと味がぼけてしまうので、ここで塩をして味をなじましていきます。豚肉に下味を入れている間にじゃがいもの付け合わせを作っていきます。で、ミラノ風カツレツの付け合わせといったらもう定番中の定番です。もうほとんどがじゃがいもの付け合わせで、イタリアのじゃがいもの付け合わせといったら基本的な香りがにんにくとローズマリーです。で、このにんにくはちょっと茨城県、せっかく豚肉茨城のものを使っているので、同じ石岡市のちょっとにんにくを香り付けで使っていきます。で、ローズマリーはフレッシュがいいですけれど、なかったら乾燥のものでも大丈夫です。で、じゃがいもはですね、今日はこの普通のフライパンの中で、一つのフライパンでカツレツを調理して、その後この中でじゃがいももさっと調理するような形にしていきたいので、このじゃがいものカットはですね、スライスです。で、カットの厚さはもうすぐ火が入るポテトチップスよりはもうちょっと厚めの厚さです。これぐらいにカットしていきます。で、このカットしたじゃがいもはですね、ちょっとでんぷん質を取りたいので水にさらしといて、でじゃがいもを使う時にまた水を切ってでスタンバイしておきます。で、じゃがいもは僕は今日はさっと作っていきたいので、この厚みにカットしていきました。で、ミラノに行くと、業態にもよるんですが、フライドポテトで提供したりとか、あとはポテトチップスで付け合わせで提供する店もあれば、ゴロッとした状態で提供する店もあるので、様々な形がミラノでもあります。はい、それでは今付け合わせのカットしている間にもう豚肉からしっかり水分が出てきたので、これぐらいしっかりと水分が出たらペーパーでしっかりと拭き取ります。で、これでもう豚肉焼いただけで今美味しい状態が作れています。で、ここからが今日のミラノ風カツレツの最初のポイントです。で、クッキングシートをまずはこうやって用意していただいて、その上にこの下味をつけた豚肉を置きます。で、もう一回クッキングシートです。
でミラノ風カツレツはここからこうお肉を叩いてですね、お肉を少しだけ伸ばすっていう作業をしていきます。でこの伸ばし方はポイントがあって、よくミラノ風カツレツとウィーンのシュニッツェルっていう料理混合されがちなんですけど、シュニッツェルの場合は思いっきり叩いて、この肉がもうピッツァぐらいに大きいサイズに伸ばすのがウィーンのシュニッツェルです。ですがイタリアのカツレツは、少しだけ叩く。でこれは僕は綿棒でやってますけど、なんか重みのあるもので叩いてみてください。で今こうやって軽く叩いている理由はですね、赤身肉、特にロース肉とか赤身のお肉を焼く時って普通に焼いたらですね、硬く仕上がりがちなので、それを少し叩いてあげることによって肉の繊維が壊れて柔らかく食べられるためにこういう作業をしています。でミラノ風カツレツがこれぐらいの厚さに伸ばして、あとはカツ料理といったら日本のとんかつは全く叩かないで厚みのあるお肉を揚げます。でシュニッツェルはものすごく薄く伸ばす。なのでその中間っていう感じがミラノ風カツレツです。はい、それではこれからパン粉付けをしていきます。でイタリアの伝統的なパン粉の付け方です。で僕は昔ですね、現地ですごく驚いたんですけど、薄力粉つけないんですね。もう卵にダイブさせて軽く衣つけてもう終わり。これが、結構イタリアのトラットリアとか伝統的なお店でやるやり方で、今日はもう一番潔いやり方です。で現代的なレストランだと、今日この本当にシンプルなちょっと細かめのパン粉、これにですね、グラーナとかパルミジャーノレッジャーノとかチーズを混ぜてうまみを補強したやり方があったりとか、あとはこのパン粉のパンの部分を北イタリアのピエモンテ州のグリシーニっていう、簡単に言ったらイタリアのプリッツのようなものを砕いて、それをパン粉の代わりにして揚げるっていうお店もあります。で今日は 150g ぐらいの豚肉、普通にスーパーに売られているサイズ感でやってるので、溶き卵2つぐらいにこうくぐらせて、であとは、パン粉ちょっと細めに細かいパン粉がおすすめです。でこのパン粉を、軽くつける。でそんなパンパン押しすぎなくて大丈夫です。軽くつけるぐらいで、はい、こんな感じです。でこれがですね、ミラノ風のカツレツなんです。衣つけすぎない。あくまでも主役は肉料理なので、衣はほんと少しで、肉を食べさせるシンプルな料理がミラノ風のカツレツです。はい、パン粉付けしたお肉を焼いていきます。でお肉を焼いていくときにミラノ風は必ずバターです。で普通の有塩バターでも無塩バターでもどちらでもやっていただいても大丈夫なんですが、今日は僕はせっかくすごくいい豚でやってるので、僕はスマッシュバターを使っていきます。でこのスマッシュバターはとても簡単で、バターをそのまま、溶かすだけです。で溶かしていくとですね、乳脂肪と油の部分で分かれるので、その上澄みを取ったのがこのスマッシュバターになります。でこのスマッシュバターを加えて、要は揚げ焼き状態を作っていきたいので、バターを入れて火にかけていきます。このスマッシュバターを使っていく利点は、要は上澄みのこの油の部分だけなので、香りがつきづらい、その繊細な香りをつけることができるので、いい料理を作りたいときはスマッシュバターでやるっていうのが結構プロのやり方です。あとバターを使うときに注意点はですね、強火にはしないということです。強火にしてしまうとすぐに焦げついてしまうので、できるだけ中火ぐらいの火でゆっくり溶かして、その中で肉を焼いていきます。で今日は、それプラス先ほど掃除したこの豚の脂入ります。でこれでバター溶かしながら豚の脂もですね一緒に加熱して風味を移していきます。でここでちょっとフライパンを傾けてですね、豚の脂をこう加熱して一緒にふつふつするまでですね加熱していきます。でスマッシュバターでやる場合は、普通のバターと違って水分量が抜けているので、要はあんまりこの温度が上がった状態は分かりづらいんですね。なので豚が入ってた方がどれぐらい温度が上がったのかなっていうのも分かるので、とてもおすすめなやり方です。
はい、それではちょっと豚のこの脂がですね色がついてきたので、そしたら今フライパンの中が160度以上になっていると思うので、この豚を入れます。でこの中で揚げ焼きをしていきます。で豚の脂はもう香りが出たので、これは外しておきます。で今豚が入って、もうあとはとんかつと同じように揚げるだけではあるんですけれど、このミラノ風カツレツは厚みがそこまでないので、揚げ上がりの目安がですねとても分かりやすくて、基本的にもうしっかりとした香ばしい美味しい焼き色がついたら焼き上がりっていう感じです。でちょっとこう揺すりながらバターの香りを豚にまとわせていく。でこの油をですね上の分にも、このバターの香りをですね上にもこう回しかけながら火を入れていく。はい、それではですねそろそろちょっとすごくいい香りが立っているのでひっくり返していこうかなと思うんですが、ひっくり返していく目安、このバターの中にちょっとしたこのパン粉が落ちているので、そのパン粉がですねいい感じにもう色づいてるんですね。いい色してます。これもう色がついてます。ここでいい香りもするのでひっくり返していきましょう。うわー、これですよ、見てください、この美味しそうな焼き目、このカリカリ感たまらないですよ。そしてあとは裏も同じように焼き色、香ばしい焼き色をつけていきます。でちょっとこの回しかけながら、もうこれがもうパンとバターの香りたまらないですよ。もう最高の幸せの香りです。でスマッシュバターだと焦げにくくはなってくるんですが、温度上がってやっていくとですねバターどんどん色ついてきます。でこのバターがですね焦がしバターにしていくと、またバターっていうのはヘーゼルナッツのような香りが出るので本当に美味しいんですね。強火にはしないでじっくりと回しかける。だから感覚的に言ったら揚げ料理をやってるというか、もうステーキを焼いてるのと同じ感覚なんですね。衣は少なめ、あくまでも主役はこの肉です。でこれでバットに揚げていくんですが、よりこう油切れのいい料理にしていくには最後ですねちょっとだけ温度を上げてあげると、よりこうべちゃべちゃな料理にならないので、ちょっとだけ温度を上げてあげる。そうするとカラッと揚がります。はい、この状態でサックサクですよ。でこれをですね一旦バットに置いていきます。でここでミラノ風カツレツの美味しく食べるためのもう一個の今日ポイントです。ステーキと同じくですね 3,4 分数分ですね休ませます。で休ませることによってですね、今このまま食べてももちろん美味しいんですが、よりこの柔らかくジューシーに、今このお肉の中で肉汁がこう暴れて対流しているので、それをちょっと落ち着かせることによって柔らかい状態で食べれて、で今こう油を切ってるところなのでよりこうしっかり油が切れるので、ちょっと休ませていきます。で休ませてる間にじゃがいもを焼いていきたいと思います。で付け合わせのポテトもすぐできちゃうのでこの中でやっていきたいんですけど、この油の状態見てください。まだバターが完全なはしばみ色にはなってない薄い色なので、まだこれ大丈夫です。で上澄みのちょっと泡だけ掃除して、で今まだ油が温かいので、この中にイタリアのローストポテトといえばニンニクとローズマリーです。で再度加熱をします。油が熱かったのでもうシュワシュワして香りが出てきています。でニンニクがふつふつしてきたタイミングで先ほどのポテトを入れてさっと仕上げていきます。はい、それではニンニクもふつふつして、今もうこれイタリアンポテトのいい香りですよ。香りが立ってきたので、ここで先ほどのじゃがいも水切ったものを加えます。加えたらここでポテトも揚げ焼きにしていきます。もうこれだけでもうバターとニンニクとローズマリーですよ。もう完全に
もう美味しい付け合わせですよ。あとは先ほどのカツレツと同じで、じゃがいもも基本的に両面にしっかり焼き色がついたら火が入っている証拠なので、こうフライパンを揺すりながらじゃがいもに火入れをしていきます。でこれじゃがいもを火入れする時のポイントは、温度が低すぎると油をじゃがいもが吸ってしまってべちょべちょなポテトになってしまうので、今この泡の状態見てください。この音です。この最低でもこの音をキープしてあげるとポテトがサクッと揚がります。でちょっとローズマリーとかニンニクは焦げやすくなってくるので、芋の上に置きながら回しながら、はい、それでは今数分ですね、揚げ焼きにしていったんですけど、こうフライパンを揺するとですね、ポテトがシャカシャカしてきました。これはですね、上がってきた証拠です。最初はこうズドンと重そうな状態だったんですが、これじゃがいものですね、水分が抜けてってですね、カリカリになってきた証拠です。もうだいぶですね、美味しい付け合わせがこれでできました。でこれも同じで最後はですね、ちょっと温度上げるイメージでやると油切れのいい付け合わせになります。でだいぶ見てください、この焼き色です。これは美味しいですよ。はい、それでは最高に美味しいじゃがいもの付け合わせができたので、そして温度を上げて油切れを良くしたじゃがいもをこのさっきのカツレツの方にのせていきます。そうすると軽くなってしっかりとサクッとホクホク感もあるじゃがいもの付け合わせです。で味をつける時、最後に芋の方には普通の塩で調味です。普通の塩。カツレツの方にはですね、粗塩です。このちょっと粗い塩がですね、また衣のサクサク感と合うので、これあったらのせてください。でこの状態で盛り付けしていきます。はい、これで基本のミラノ風カツレツとじゃがいもの付け合わせの完成です。はい、いただきます。これです。うまっ。皆さん、これはですね、本当にミラノです。で僕は今年もイタリア・ミラノは滞在していて、実際カツレツも食べてたんですけど、現地の味そのものです。このバターの立ち上がる香りとか肉のシンプルさとかですね、本当にいい感じに仕上がっています。で今日の動画のおさらいなんですけど、よりこうミラノ風カツレツって呼ばれるためには必ず使ってほしいのがバターと、あとは衣は薄くつけるということです。でもちろんバターがなかったらどんな油でやっていただいてもいいんですが、よりこう本格的なカツレツが食べたいよって方はですね、バター奮発して作っていただければなと思います。であとは最初にもお話したんですけど、先日ですね、この日立の輝きを生産されている、竹熊さんという方がいらっしゃって、僕は茨城県の石岡市までこの豚がどうやって生産されているかとか、その思いを聞きに取材へ行ってきました。で今回取材させていただいたこの豚肉の記事はですね、茨城を食べようというサイトに面白い記事上がってるので、興味のある方は概要欄に貼っておくので遊びに行ってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのカツレツなんですけど、イタリアでカツレツといったらもうミラノ風カツレツが定番なので、今日の動画を見てぜひ作ってみてください。いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。